マンションの重いガラス扉を抜けた瞬間、普通ならそこで安心するはずなのに、なぜかまだ帰ってきた気がしない。自分の部屋まではあとたったの数十メートル。でもその数十メートルだけが、夜になると妙に遠く感じられる。そんな不思議な感覚を味わったことはないでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。仕事や飲み会で遅くなった夜の帰り道を少しだけ思い出してみてください。コンビニの明るい看板やたまに通り過ぎる車のヘッドライト、遠くで聞こえる誰かの話し声を背にして、私たちは自分の住むマンションへと帰り着きます。エントランスの自動ドアがゆっくりと開き、中へ足を踏み入れる。その瞬間、背後でドアが閉まると同時に、外の車の音や風の音が急にスッと遮断されます。そこには外界とは全く違う、建物の中特有の静けさと、一定に保たれた空調の空気が広がっています。深夜の暗い道を歩いてきた私たちにとって、明るくて出された敷地内に入ったことで、まずは一つ目の安堵感が訪れるはずです。これでやっと今日が終わる。そう息を吐き出したくなる瞬間です。しかしその安心感のすぐ後ろには、少しだけ落ち着かない感覚がぴったりと張り付いています。なぜなら私たちは無意識に知っているからです。家に着いたはずなのに、まだ本当の自分の場所にはたどり着いていないということを。まず私たちが向かうのは、1階の壁際に並んだ集合ポストです。そこには同じ規格の四角い箱が整然と並んでいます。一つ一つの箱の向こう側には、確かに他人の生活があるはずなのに、今はただ無言で入り口だけが連なっている。金属の冷たい質感を感じながら、自分の部屋番号のダイヤル上に指をかける。右に2回、左に1回、カチカチという小さなプラスチックの音が、静まり返ったエントランスに鳴り響きます。ポストの扉を開け、溜まっていたチラシをまとめて引き抜く時の、紙が擦れるカサカサとした音、不要なチラシを足元のゴミ箱へ捨てる時の音、そして手を離した時になる、ポストの金具が戻るか湧いた金属音。普段の昼間なら全く気にしないようなその小さな音が、夜の静寂の中では、妙に大きく冷たく響き渡るのです。なぜ私たちは、自分の立てるその小さな生活音に対して、少しの居心地の悪さを覚えてしまうのでしょうか。それは整然と並んだ何十個ものポストの中で、今動いているのは自分の場所だけだという事実が、その音によって浮き彫りになるからです。他の住人たちはすでに自分の部屋の中にいて、安全な内側で眠りについているか、リラックスした時間を過ごしています。このエントランスで活動しているのは自分だけ。自分はまだ外の時間を引きずったまま、この空間に少し遅れて入ってきたように感じるのです。カバンの中から部屋の鍵を探す。チャリッという小さな金属音すらも、必要以上に周囲へ響いてしまっている気がして、無意識に動作を小さくしてしまう。すでに自分の住まいという敷地内にいるのに、私たちは息を潜めるようにして、ポストの前を離れるのです。そしてエレベーターホールへ向かいます。ここからがこの違和感の核心です。壁に埋め込まれた上向きのボタンを押すと、小さなランプがカチッと赤く点灯します。ここからエレベーターが到着するまでの数十秒間、私たちはただ立ち止まって待つことになります。実はこの時間が、夜になると不思議なほど長く感じられるのです。全体の静けさの中で、頭上から降り注ぐ白い人工光だけが、自分一人を照らしています。床のタイルの反射が、靴のつま先から伝わってくるような感覚。顔を上げると、エレベーターの扉の上にある、回数表示のデジタル数字だけが、規則的に点滅し変わり続けています。10、9、8、
数字が一つ減るたびに、建物の奥深くからワイヤーが巻き取られるようなかすかなく動音や、重い鉄の箱が降りてくる低い振動音が少しずつこちらへ近づいてきます。誰の話し声もなく、ただ自分一人と建物の機械的な動きだけが対峙している時間。鏡のように磨かれた金属の扉には、一日の疲れが顔に出た自分の姿がぼんやりと映り込んでいます。ただ待っているだけなのに、なぜかここに長くいたくない。早くこの場所を抜けて自分の部屋へ帰りたい。この静かで整然とした空間に、自分だけがポツンと浮き上がっているような感覚。それが私たちをそわそわさせます。そして到着を知らせる直前の電子音が鳴り、ゆっくりと金属の扉が開きます。目の前に現れるのは、誰も乗っていない明るい箱のような空間です。深夜のエレベーターの中に、他の誰かが乗っていないことは、本来ならホッとするはずの出来事です。知らない人と乗り合わせる緊張感を持たずに済むからです。しかしその空っぽの空間を前にしたとき、私たちは別の種類の落ち着かなさを覚えます。そこには人の温度が全く残っておらず、ただ機械だけが静かに、こちらを内部へ受け入れようとしているように見えるからです。天井からの強い LED 照明が、傷一つない壁面と床の模様をくっきりと照らし出しています。誰もいない安全な場所だと分かっているのに、そのまま乗ればいいだけだと分かっているのに、なぜか一瞬だけ足が止まってしまう。なぜ私たちは、誰も乗っていないエレベーターを前にして、少しだけためらってしまうのでしょうか。それはそこが、生活のすぐ外側にある誰のものでもない空白だからです。ほんの少しだけためらいを感じながら、その明るい空間へ足を踏み入れます。自分の階のボタンを押して金属の扉が閉まると、外のエントランスの気配すら完全に遮断されます。一時的に外と切り離された空間の中で、かすかなモーター音と、ワイヤーが擦れる低い音だけが響き続けます。体が上に引っ張られる感覚とともに、回数表示の数字が増えていくのを見つめる。ふと顔を上げると、エレベーター内の鏡や金属の壁に、外の疲れを引きずった自分の姿が、はっきりと映り込んでいます。誰にも見られていないからこそ、その鏡の中の自分と無言で向き合う十数秒間は、家に向かっているはずなのに、どこにも属していないような宙吊りの時間です。自分の階に到着し、再び扉が開いた瞬間、今度は長く続く共用廊下が現れます。等間隔に並んだ天井の照明や非常灯が、奥の方まで冷たく光を落としています。左右には同じような玄関ドアが規則正しく並び、どの部屋からも生活音はほとんど聞こえてきません。エレベーターを降りて、自分の部屋へ向かって歩き出すと、コンクリートの床を叩く自分の足音だけが、静かな廊下に響き始めます。かすかに聞こえてくるのは、どこかの部屋の室外機が回る低い振動音だけです。各部屋のドアの向こう側には、確かに人が住んでいて温かい生活があるはずなのに、この廊下には人の気配がほとんど感じられません。人の暮らしに囲まれているはずなのに、目の前にあるのは等間隔の非常灯と、冷たいタイルとドアの連続だけです。もし誰かの部屋の前を通り過ぎるときに、中の人にこの足音が聞こえていたらどうしよう。深夜に迷惑をかけているのではないか。そんなことを考えながら、私たちは無意識のうちに歩幅を小さくし、足音を忍ばせるように歩いてしまいます。カバンから鍵を取り出し、金属の冷たい感触を指先に感じながら、ようやく自分の部屋の前に立つ。鍵穴に鍵を差し込み、ガチャリと回して重いドアを手前に引く。エレベーターを降りてから、このドアを開けるまでの数十メートルの距離が、
なぜこれほどまでに長く感じられるのでしょうか。自分の家に着いているはずなのに、部屋のドアを閉めるまでは、まだ完全に帰宅した感じがしない。そしてついに、自分の部屋のドアを重く閉ざし、内側のサムターンをカチャリと回した瞬間、すべてが変わります。共用部の静けさや機械音、そして自分が立てていた小さな足音が、すっと外の世界へ遮断されます。玄関のセンサーライトが暖かい色の光を灯し、自分の部屋の匂いと見慣れた空間に包まれる。靴を脱いでフローリングに足を下ろした瞬間、初めて体の緊張が解け、心から安堵の息をつくことができるのです。なぜ私たちは、部屋のドアを閉めた瞬間に、ようやく自分が緊張していたことに気づくのでしょうか。それは私たちが、あの夜のエレベーターホールや共用廊下を、無意識のうちに緊張しながら通り抜けていたからです。なぜ安全なはずの自分のマンションの中で、息を潜めるようにして歩いてしまうのでしょうか。それはこれらの場所が、外の世界と自分の部屋をつなぐ、誰の場所でもない境界だからです。エントランスもエレベーターも廊下も、私たちが住んでいる生活圏の内側であることは間違いありません。しかしそこは、家の一部のようでいて誰の部屋でもない。外から帰ってきた後、自分の部屋へ戻るまでの中間地点なのです。そもそもマンションの共用部というものは、そこに住む人々の生活のために作られた場所のはずです。昼間や人が頻繁に行き交う時間帯には、すれ違う住人と軽い挨拶を交わしたり、外からの自然光が差し込んだりすることで、そこは人の生活の延長にある自然な通路として機能しています。しかし夜になると、その場所から住人の気配や人間の温度が、すっぽりと抜け落ちてしまいます。人間の生活そのものは、それぞれのドアの内側へと引っ込んでしまうからです。その代わりに夜の共用部で前に出てくるのは、壁に整然と並んだ冷たい集合ポスト、変わり続ける回数表示の光、暗闇に浮かぶ非常灯の緑色、静まり返った空間に響くエレベーターの駆動音、そして自分の足音を正確に跳ね返す硬いタイルです。それらは私たちがそこにいるかどうかにかかわらず、ただそこにあるものとして静かに存在し続けています。そこは人のための場所というより、建物が建物として静かに動いている場所に見えてくるのです。私たちが落ち着かなくなるのは、人間の生活感が消えたその静かな空間の中に、自分だけが生身のまま立っているように感じるからです。自分の住まいの敷地内に入ったはずなのに、周りを取り囲んでいるのは、自分を迎え入れてくれる温かい家ではなく、建物そのものとしての冷たい籠です。だからこそ私たちは、まだ自分の居場所にはたどり着いていないという、一時的な心細さを覚えるのです。自分の部屋の手前に存在する、ほんの数十秒だけ通り抜けなければならない。誰の場所でもない空白、その空白を通り抜けないと、私たちは本当の意味で帰宅することができないのです。この違和感に名前をつけるなら、部屋の手前の境界線なのかもしれません。あるいは、帰宅途中の無所属感なのかもしれません。早く靴を脱いでほっと一息つきたいのに、玄関のドアを閉めるまではまだそれが許されない。その宙吊りの状態を、私たちは人工的な照明や機械音を通して、体全体で受け止めているのです。自分の部屋のドアを閉めた瞬間のあの深い安心感、それはその直前まで歩いていた共用部の、どこか冷たくて温度のない静けさがあるからこそ、より一層気は脱のかもしれません。部屋に入って初めて、私たちは建物の中から自分だけの場所へと帰り着くのです。次にあなたが夜遅く帰宅して、エレベーターホールに立った時、
少しだけ立ち止まって周りの音に耳を澄ませてみてください。回数表示の変わるデジタルな光や遠くで鳴るポストの金属音、そして近づいてくるエレベーターの重い駆動音が今までとは少し違って感じられるはずです。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録で次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。